クレオパトラ7世の生涯最後のファラオの物語。1、序章プトレマイオス朝とその時代背景。紀元前1世紀、地中海世界は大きな変動期を迎えていた。エジプトを統治していたのはアレクサンドロス大王の死後、その将軍の一人であったプトレマイオス一世、ソテルが建てたプトレマイオス朝である。紀元前323年のアレクサンドロス9世後、広大な帝国は将軍たちによって分割され、エジプトはプトレマイオス家の支配地となった。この王朝はマケドニア系ギリシャ人で構成され、王族はギリシャ語を公用語とし、学問芸術政治制度もギリシャ文化を基盤としていた。しかし、彼らは古代エジプトの伝統も無視しなかった。ファラオとして神殿で儀礼を行い、古代の神々への信仰を形式的にでも守った。こうしてギリシャ文化とエジプト伝統の融合という独特の二重文化が築かれたのである。だが、この時代のプトレマイオス朝は内部から腐敗が進み、兄弟婚や近親婚による王位継承争いが常態化していた。さらに地中海の覇権を握りつつあったローマ共和国が急速に影響力を拡大。エジプトは豊富な穀物と戦略的な位置のため、ローマにとって手放せない存在となっていた。に幼少期と即位への道。クレオパトラ7世フィロパトルは、紀元前69年、エジプトの首都アレクサンドリアで誕生した。父はプトレマイオス12世、アウレテス・フエフキ王の異名を持つで、母は諸説あるが、同父異母姉妹のクレオパトラ5世トリファイナとされることが多い。アレクサンドリアは当時、世界最大の図書館を持ち、東大は世界7不思議に数えられる壮麗さを誇った。港には地中海全域から交易船が集まり、香料し宝石穀物が行き交った。そんな国際都市の中心で育ったクレオパトラは、幼い頃から高度な教育を受け、哲学、習字学、天文学、薬学、政治学など幅広い知識を吸収した。特筆すべきは語学力である。ギリシャ語はもちろん、エジプト語、ラテン語、ヘブライ語、アラビア語、メディア語など、少なくとも7カ国語を話せたと伝わる。これは、エジプト語を軽視しがちな、プトレマイオス王族において、極めて珍しく、後の外交や民衆との直接交流に大きな強みとなった。3、共同統治と追放。紀元前51年、フ王の死に伴い、17歳のクレオパトラは、弟、プトレマイオス13世当時、10歳と結婚し、共同統治に就く。プトレマイオス家では、兄弟婚が正当な王位継承の条件とされており、形式上は2人が並び立つ体制であった。しかし、実権は摂政団や宰相プテイノス、将軍アキラスらの手中にあった。クレオパトラは単独で政治を動かそうとし、ローマとの直接交渉や経済改革を試みたが、摂政団の反発を招く政争は激化し、ついに紀元前48年、彼女は王宮を追放され、シリアに亡命する。亡命先で彼女は傭兵を雇い、支持者を集めて反撃の準備を進めた。彼女にとって王位は単なる地位ではなく、エジプトの独立を守る盾であった。4、カエサルとの出会いと福井。同年、ローマではカエサルとポンペイウスの内戦が最終局面を迎えていた。敗れたポンペイウスはエジプトへ逃れるが、プトレマイオス13世側によって暗殺される。これを追ってアレクサンドリアに到着したカエサルは王位継承争いに介入する構えを見せた。クレオパトラはこの機会を逃さず伝説的な絨毯の逸話を演じる。豪奢な絨毯に身を隠し、カエサルの居室で解き放たれ、美貌と知性を一度に印象づけたのである。この大胆な行動は彼女の起点と魅力を見事に示し、カエサルの支持を得る決め手となった。カエサルの軍事支援を得たクレオパトラはプトレマイオス13世を打倒し、王位へ復帰した。5、福井とエジプト統治。クレオパトラはカエサルとの間に息子カエサリオンを設け、共同統治を行う。彼女は港湾税の整備、通貨の安定化、交易促進などの経済改革を推進し、ナイル川の氾濫祭など宗教儀礼を重視することで国民の支持を固めた。また、アレクサンドリア図書館の充実や学問の庇護にも熱心で、学者や詩人を保護した。こうした施策は、彼女が単なる愛称ではなく、有能な統治者であったことを示している。6、カエサルの首都、アントニウスとの同盟。紀元前44年、カエサルが元老院議員らによって暗殺されると、ローマは再び内乱に陥った。クレオパトラは
東方を統括するマルクス・アントニウスと接触する。タルソスでの初会見は豪華絢爛で、彼女は女神アフロディーテに扮して、香り高い帆を張った船で、川を遡り、アントニウスを魅了した。二人は急速に恋愛関係となり、軍事同盟を結ぶ。彼らはアレクサンドリアで華やかな縁を繰り返し、陥落宮廷と呼ばれる贅沢な生活を送った。しかし、ローマ本国では、アントニウスが東方の女王に魂を売ったという宣伝が広まり、オクタウィアヌスとの対立が決定的となる。7アクティウムの開戦。紀元前31年、ギリシャ西岸沖アクティウムで、両陣営が激突。アントニウス・クレオパトラ連合軍は、海戦で劣勢となり、戦局の混乱の中、クレオパトラの艦隊が退却。これが全軍の指揮を崩し、オクタウィアヌスの勝利を決定づけた。二人はエジプトへ退却するが、翌年ローマ軍はアレクサンドリアに侵攻。市民は恐怖と絶望に包まれた。8最後、アントニウスは敗北を悟り、自陣、瀕死の彼はクレオパトラのもとに運ばれ、その腕の中で息を引き取った。彼女はオクタウィアヌスとの交渉を試みたが、エジプトの独立は認められなかった。紀元前30年、クレオパトラは毒蛇アスプを胸に当て、自ら命を絶ったと伝えられる。去年39歳、息子カエサリオンも捕らえられ、処刑された。これにより300年続いたプトレマイオス朝は滅び、エジプトはローマ属州となった。旧人物像と能力。クレオパトラは後世のロマンティックな物語に描かれる絶世の美女像だけでなく、政治家外交家としても卓越していた。多言語を操り、文化や宗教を巧みに利用し、ローマという超大国に移した。彼女の統治は、古代エジプトの最後の輝きとして歴史に刻まれている。10歴史的評価と文化的影響。クレオパトラの死は古代エジプトの独立の終焉を意味し、以後のエジプトはローマ帝国の一部として新たな歴史を歩んだ。ルネサンス期以降、彼女はシェイクスピアの戯曲や絵画、映画などで繰り返し描かれ、愛と権力栄光と滅亡の象徴として人々を魅了し続けている。近年の研究では、彼女の政治的才覚が再評価され、単なる悲劇のヒロインではなく、古代地中海世界を揺るがせた戦略家として再解釈されている。